国用デザインアワード2022ファイナリストプレゼンをご覧の皆様、大変お待たせいたしました。本日14時半からファイナリストプレゼンテーションを行い、その後審査員による審議を行いました。これから受賞作品を発表させていただき、審査員によるトークショーを20時まで行う予定です。ぜひ配信終了までご覧いただけますと幸いです。それでは第2部受賞作品発表&審査員トークショーを始めさせていただきます。それでは改めまして本年度の審査員をご紹介いたします。フォワットエバーチーフクリエイティブオフィサー川村正史さんです。デザイナー柳原照弘さんです。タクトプロジェクト代表デザイナー吉泉聡さんです。国用株式会社代表取締役社長黒田秀邦です。そして本日、パリから審査にご参加されているアトリエ剛種アーキテクツ代表建築家種剛さんです。種さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。審査結果を発表させていただく前に、優秀賞グランプリに選ばれた皆様に贈られるトロフィーと表彰状をご紹介いたします。今年のテーマアンラーニングに倣い、トロフィーと賞状の在り方も見つめ直しています。特にもらった後の姿に着目し、受賞後もそっと寄り添い、その喜びをいつまでも新鮮に感じられる存在を目指しました。トロフィーと表彰状、これまでセットでありながら別物であった両者の関係性をアンラーニングしました。トロフィーは多くの人と共有するため、表彰状はトロフィーが存在するバーチャル空間へのカードキーとしてバーチャルトロフィーと対比し、伝統工芸を用いることで受賞者とトロフィーをつなぐ存在となっています。審査員の柳原さんにキーグラフィックとともにクリエイティブディレクションを手掛けていただき、国用代表デザイナーとして伊藤直、水野良大が参加しています。表彰状のルーツといわれる銅を素材とし、富山高岡銅器の着色技術とコラボレーションしています。錆を用いた銅ならではの発色と職人の手技により、一品一品風合いの異なる表彰状となっています。続きましてトロフィーについてはまずこちらをご覧ください。このトロフィーはある一定の形ではなく、有機物のように日々変化します。最初に一つだった個体は日々分裂を続け、最終的に1031個まで分裂を繰り返します。この1031という数字は2022年の国用デザインアワードの応募総数を意味しており、今回アワードに参加した人たちで成り立っていることを意味しております。トロフィーと表彰状の説明は以上となります。それでは早速ですが、審査結果発表させていただきます。視聴者の皆様にお気に入りの作品を投票していただいたオーディエンス賞はただいまをもって締め切らせていただきます。現在集計中ですのでトークショーの途中に発表いたします。ではまず優秀賞3組を発表いたします。表彰状の授与は柳原さんにお願いいたします。柳原さん、前お願いします。では優秀賞1組目の発表をいたします。優秀賞1組目は果実の楽器の 21B スタジオの時岡翔太郎様、小枝小林様、
有村大二郎様です。この作品は果実の構造を模したシェーカーで振ったり転がしたりすることで果実ごとに個性のある音を奏でます。形から音から中身を想像することによって目で聞く、耳で見るといった知覚の相互関係を促し、五感の学びほぐしを行うプロダクトです。それでは表彰状を授与させていただきます。はい、ではそれでは席へお戻りください。それでは優秀賞2組目の発表に移ります。優秀賞2組目は描画で広がる質感の世界の 21B スタジオの時岡翔太郎様、小枝小林様、有村大二郎様です。この作品はさまざまな質感を描くことができる画材セットです。性質が異なる同色の画材を描画することで素材感やマチエールといった普段は意識していなかった質感の世界を広げてくれるプロダクトです。それでは表彰状の授与をお願いします。はい、ではそれではお戻りください。はい、では最後優秀賞3組目の発表になります。優秀賞3組目は時を組むのマークの竹市美穂様、上田和美様、小林亮様です。この作品はいろいろな形と香りのお香ブロックを組み合わせ、これから過ごす1時間をデザインするお香時計です。移ろいゆく香りは嗅覚を通して時間経過を優しく感じさせ、同時に気分も変え、慌ただしく過ぎゆく日常の中で自分のリズムを取り戻してほしいという思いから生まれたプロダクトです。それでは表彰状授与をお願いします。はい、では席にお戻りください。柳原さん、ありがとうございました。それではグランプリは国用株式会社代表取締役社長黒田秀邦より発表いたします。はい、それでは、2022年国用デザインアワードグランプリを発表いたします。作品名フロー・オブ・ソーツ、グループ名エミレ・ジョセフ、エミリエ・マリ・ジョアニ様、ジョセフ・ジョアニ様、おめでとうございます。フロー・オブ・ソーツのフロー・オブ・ソーツは、思考を整理するための日記で、マキシマリストな世界のためのミニマリストな手帳です。頭の中でざわめく声を鎮め、意味のある記憶を形作りながら心の負担を減らし、考えを厳選することで思考のミニマリストになれるための自分磨きツールです。表彰状は後日受賞者に送らせていただきますので、それでは、ご着席お願いします。はい、では、ここから審査員によるトークショーに移らせていただきます。モデレーターを雑誌エルデコブランドディレクターの木田隆子様にバトンタッチさせていただきます。木田様、よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは。今日はですね、白熱の、審査会を終えた直後ということで、審査員の皆さんのいろいろな思考のどんな軌道を描いて、この結果が出たのかということを皆さんとシェアできればと思います。そしてまずですね、今年のテーマはアンラーニング
というのがテーマだったんですけれども、これ応募くださった方もどういったことを手がかりに考えていったらいいのかっていういろいろお考えになったと思うんですが、今この時期で考えてみるとまさになんか世界がこんなにも変わっていくことがあるっていう、そして今までの思考が全く役に立たないということがあるっていうのをなんかしみじみと2月末から世界中の人が感じてるんですけれども、いろんな意味で今まで持っていた思考をもう一回組み立て直すっていうことがいろいろなレベルで必要になってきてるんだと思います。で、審査員の方にまず今年のテーマのそのアンラーニングについて、改めて思うこと、あと審査終わって考えたことを、ちょっとみんなとシェアしていただければと思うんですけれども、どうしましょう。こっち側からカメラさんからお願いしてもよろしいですか。最初来るなって思ってたんですけど来ましたね。はい、受賞者の皆さんおめでとうございます。あと受賞できなかった方々もここに並んでいるというだけで随分素晴らしいことではあるので、あまり気落ちなさらずにまた応募していただけたらと思うんですけれども、アンラーニングっていうテーマ自体、僕らも決める時に結構いろいろな議論を経てアンラーニングになったので、難しいテーマだったとは思うんですね。いろんな解釈がやはりできる内容ですので、それをどう捉えるかっていうそのスタート地点の捉え方で全然違う方向に、デザインが伸びていくものだったかなと思うんですけど、結果としてはすごく良かったかなと思います。いつも以上のやはりバラエティに富んだアウトプットが、並んだような気がしていて、でかつそれぞれ質問もさせていただいたりはしたんですけど、やっぱりどうアンラーニングにつながるのかみたいなところもきちんとそこに着地できているものも多かったと思うので、あとはその中でどれだけそのアイデアのジャンプがあったのかとか、商品的な魅力があったのかとか、そういった部分での、競争に最後はなっていったのかなというふうに、思ってます。なので審査しながら非常に楽しい審査会でしたね。白熱する議論も最後の方は確かにあったんですけど、楽しく白熱した感じでしたね。そうですね、はい、という感じですかね。ありがとうございます。柳原さんはいかがですか。はい、受賞者の皆さんおめでとうございます。で、今回はやっぱり去年と比べて、去年はやっぱり目的、コンペの目的というのが審査の方もはっきりしてて、なんかそれに対しての回答もすごく分かりやすかったので、多分皆さんの意見として一致したところはあるんですけど、今回はもう本当に審査員が普段の考えていることの思考と違う視点で見ていかないと、なんかそれこそ本当になんかアンラーニングというかできないというか、審査員側もちょっとかなり今回のコンセプトというかテーマに沿って考えていくっていう点でですね、僕たちもすごく新鮮でした。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ順番に吉泉さんお願いします。はい、改めまして皆さんお疲れ様でした。受賞者の皆さんおめでとうございます。アンラーニング、そうですね、皆さん今おっしゃっていましたけども、すごい根源的なテーマだと思うんですよね。どこに着眼するかみたいなところがやっぱり問われるテーマかなと思います。それだけ自由度が高いってことですし、そういうことをやっぱりデザインとかを通して期待したいっていう風な、そういう時代っていう風に考えると、やっぱりそうクリエイティビティみたいなこととか、そういう役割っていうのが非常に大きくなっているし、それが個人レベルのその視点に問われているっていうのはすごくデザインの力を感じる結果になったのかなというふうに、なんとなく全て終わってですね、振り返っているところです。あと今日ちょっと審査を経て、ちょっと話すとここは長くなっちゃうんですけど、どういうふうにアンラーニングさせていくのかなみたいな、そういうなんかプロセスみたいなのも結構大事なんじゃないかなみたいなのを今なんかちょっと考えながらこの場に座っていたりします。はい、はい、ありがとうございます。黒田さんはいかがでしょうか。はい、おめでとうございます。
白熱した審査を経まして今日の結果になりましたが、どの作品も本当にこうつけがたくてですね、本当にこのアンラーニングっていう難しいテーマに皆さんチャレンジしていただいたおかげで、非常にいいデザインアワードに今年もなったかなというふうに思ってますし、ぜひ受賞された方されてない方もですね、こういった取り組みをもっともっと続けていって、本当にいろんな世の中をアンラーニングするプロダクトサービスっていうのを作っていっていただきたいなと思います。我々もお手伝いできることがあれば、ぜひご一緒したいなというふうに思っています。そうですね、もう本当にアンラーニングのテーマ決める時だけでもすごい大変な議論が、なんか最近テーマを決めるのが一番大変じゃないかなと、このデザインアワードは。なんかそこも公開にしてほしいぐらいでいや本当そうなんです。これからのテーマ会議と審査会はオープンにした方がいいんじゃないかというふうにはい思ったりも、いやしないですけどねまだっていうぐらいですね、私自身も仕事をしていく上での示唆をとか気づきを審査員の方々とか皆さんの作品からやはり気づくことがあってですね、ぜひこういった、来年ももっと視点の高いテーマを決めれたらいいなっていうふうに思ってます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。パリから種さんはいかがですか。なんかまだ朝が早い時間なんじゃないかなと思いますけど。まずは今回グランプリに選ばれた方、または優秀作品に選ばれた方や1000作品以上が応募してくれたコンペでこうやって審査ができたことを非常に嬉しく思ってます。で、テーマについてはこれも非常にいろいろな議論があった中で、やはりこの閉塞的な社会やこれまでの生産のシステムや近代的な教育的な思考を、そういった常識や社会常識やその前提条件を一度考え直してみようという、また考えることを促すことにデザインというものが何が可能かという問いかけから始まっていたので、非常に出てきた提案を選ぶ側の審査員も自分自身の考えすらも変えていかなきゃいけないという非常にチャレンジな今回審査方法だったので、すごく面白く楽しく自分自身の、審査やものの見方すらも変える機会となって楽しい、議論でした。はい、ありがとうございます。本当にさっき、審査会は本当に終わったばっかりなんですけれども、拝見しててもやっぱりなんて言うんでしょうね、審査員の人たちもまたデザインを評価する基準を頭の中でもう一回練り直しながら審査してらっしゃるっていう感じがすごくしました。そしたらですね、グランプリ作品、のデザイナーパリと、今つながってますかね。はい、じゃあじゃあちょっとなんかコメントをいただきましょうか。おめでとうございます。Congratulations. Thank you. いや、なんか本当に今の時代に必要なデザインの領域をちょっと超えながら新しい点をしてくださったなと思ってるんですけれども、ちょっと受賞のコメントをいただいてみましょうか。It's wonderful project because you just go beyond like the current modern areas of domain. Yeah, so that we would love to hear from you like a few words, upon the award. Could you? Yeah, of course. First, thank you so much. We are really grateful to have been recognized for this project. We really love Kokyo contest because it's always about deep topics where you have to do some emotional design, and it always have to be sensitive, and it makes you think about the world. So it's really
really symbolic for us as a designer. And it's also symbolic because it's our first project as a studio together. So we are really glad that it worked very well. Thank you. 本当にありがとうございます。この大会で賞がいただけたということを大変感謝します。またこの大会は大変私たちにも意味があって、それはエモーショナルなところでデザインをするということ、また世界のことを考えながら非常にその感覚を研ぎ澄ましてデザインをするという意味でも非常に象徴的な大会でした。また私たち2人でこのスタジオでこの作品として応募するということにも大変意味がありました。ありがとうございます。審査員の皆さんから、お二人にここのポイントがすごく良かったよっていうのをちょっと直接伝えていただければと思うんですけれども、どなたからでも構わないんですが、柳原さんはいかがですか。はい、おめでとうございます。コングラチュレーション。もう本当に今回のテーマにすごくぴったりというか、お二人の、一次審査からこの完成された二次審査までがコンセプトがぶれない点と、もう一点やっぱりグランプリになった点としては、二次審査の時の、質疑も含めて唯一アップデートされたっていうところですごく評価が高まりました。ということはアップデートされてない作品も結構あったっていうことですか。やっぱりコンペとしてすごくプレゼンテーションが皆さんやっぱり上手で、やっぱりすごく期待値が高かったんですね。はい、で彼らの作品に関しては、その、一次審査の時に白いライン以外のところは真っ黒だったんです。で今回ちょっとドローイングで白いところが増えたのが最初見た時ちょっとやっぱノイズに感じたので、マイナスになるかなと思ったんですけど、彼女たちの話を聞いた時にそれがあえてノイズにしてですね、で日記としてはやっぱり一つのつながった文章を書く以外にもやっぱりネガティブな言葉もあるので、そういったものをノイズの中に書き込むことで書く行為としてはストレスとして発散できるけど、実際は目に見えない森の中に隠れるっていう点で改善点がすごく腑に落ちたというか、そこがやっぱりすごく考えられてたところで、何も突っ込みどころがなかったっていうすごいですね。これはどんな作品かっていうのはシェアできるんですか？画像とかで。通訳が入ってよろしいですか？ここのところで。はい、お願いします。So thank you so much for your remarks upon your award. In just a few remarks from the judges, Mr. Yanagihara said that your concept is perfectly fit to the theme of the competition on learning. And another point that I should highlight is that from the first round of the competition to the second round of the competition, your project has been always like consistent. But the project itself has been updated, and that was like greatly appreciated because many other contestants on the final project are very well done and well designed. So we just had the mounted great expectation of them, and your project at the time of the first round, it was like a completely black, pitch black as a background, and then there's like one white line on it. But you actually change it as a final product, and then instead of the pitch black, you put the scribbles against the white line. And I thought first that could be like unnecessary noise, because that could be a potential negative aspect. But as listening to your stories and your explanation, it really makes sense to me that you can really unload the negative thinking into the scribbles and it will be gone and disappear. But at the same time, you can just take out your stress and then just keep the positive thinking. So it's perfectly making sense to me. And there wasn't anything that I could find as a negative things on your product.
はい。Okay. Thank you for your remarks. Thank you. コメントありがとうございます。そして種さんパリにずっとパリで活躍していらっしゃって、パリの若手デザイナーが今回、グランプリで受賞なさったわけですけれども、ちょっとパリからのコメントもいただいてもよろしいですか？はい。今回その二次審査で非常に評価が高かったり、特にこの議論することによってこの、作品の価値を審査員も現在進行しながら見出したところもあります。で、僕がやっぱり非常にフランスにいて学んだ一つのフランスの哲学は非常にストライキが多い国で、そこには一つの他人に迷惑をかけろっていう哲学があると思ってるんですよね。でこれはなかなか日本では理解されない。他人に迷惑をかけることによって存在や知性や時代がもう一個前に進むっていう何かをぶつけることによって未来が開けるっていうところで、今回の彼らのデザインのオリジナリティとそれを使う側がそれをさらに見出して使いこなす自由度やその使い方っていうのはまだ可能性が開けているところを非常に評価した部分があります。そこは今回各以上の各行為や各精神性やその思考の整理やまたは絵を描くところまでどんどん発展性が見えてくる、なんかその創造的なデザインに非常に魅力を感じました。So since Mr. Tane lives in Paris, so we would love to hear from him a few words to the young designers like yourself, like living and exercising and great works in Paris. So that his remarks was that like any of the highly appreciated project at the second round of the competition, or that through the dialogue between the contestant and the judges, really elevated the level of the value of this final product itself. And what I learned during my stay in France, since France is susceptible to so many strikes, so that one of the kind of the philosophical concept out there is that to cause any trouble to others, just as a positive thing, which cannot be really thinkable here in Japan, but kind of causing the trouble to the others would allow a person to explore the future, the possibility further down the road. So today, I just realized that how much of the originality is in how much of the possible weight of the use of the product is up to how you can explore the possibility and the potential out of it. So it's just the writing of the paper, but it's not what it is. But beyond just the writing, it's about like more integrated, comprehensive, and holistic work of behaviors. It's more like the philosophical or mental work, I think, and that was really impressed me. Thank you very much. Thank you. ありがとうございます。はい。そしてこの作品はもう本当に今までのノートの概念をガラッと変えて、ノートといえばどれだけたくさんのことが書けるかっていうことで、選んでいく人も多いわけですけれども、ほとんどの部分は実際の文字を書くにはちょっと難しい黒いなんていうんですよね、黒くグラフィックされていて、その中に一筋の白いラインがあり、そこに毎日日記のように邪念を全部落として余計な情報を落として今自分が必要としている言葉、自分の未来を温かく包んでくれると思われるであろう言葉だけを毎日ちょっとずつ書いていくっていうそういう、非常になんていうかなエモーショナルに訴えるような、そしてネガティブな感情も黒いところにバーッと書いて、またそれを黒で消してしまうこともでき、そしてその作業の中で最後に残った一筋の言葉を書いていくっていうので、なんか私はものすごく
思いもよらぬことが世界にウクライナのこととかで起こってる今、じゃあこのノートが必要な人はすごく多いんじゃないのかなっていうふうに思ったんですけど、ただ、いろんなノートの使い方はあると思っていて、川村さんとかはまたこう違うノートの使い方の考え方もある中で、どんなふうにご覧になりましたか、この作品。すみません、多分おめでとうございますなので、おめでとうございます。で、とても素敵な作品だと思いつつ、僕だけ票入れなかったんですよ。これでなのでその僕に振るかと思って今ドキドキしてるんですけどでもシェアします。そうですね、一つには、僕はあんまり日記をそもそもつけないからターゲットユーザーじゃないんだろうなっていうのはあって、それは審議の中で確かにそうだっていうのを気づかされたんですけれども、やっぱりこういうコアになんていうんでしょう、デザイン的な制約を設けることでより何がしか新しい発想力とか、新しい価値を生むっていうタイプの、アイデアというかデザインだと思うんですね。通常は白いノートなんだけれども潰してしまって一部しか書けないことでより自分の中の楽しい思い出辛い思い出とかを取捨選択しやすくするということだと思うんですけれども、その発想はすごいなって思いつつ、個人的にはそれがどこまで有用に実際に効果的に働くのかっていうのが、少し想像しづらいなと思ってしまったので僕は票を入れなかったんですね。でもそれはやっぱり人それぞれの思考のまとめ方っていうのがあるので、僕なんかは嫌なことも含めてきちんときれいに残しておきたいというか、なるほど、見える形にした上で取捨選択してそれも過去としてこう積み重ねていきたいタイプなんで、白か黒かであんまり割り切りたくないっていうのがあった時点で多分止まっちゃったんでしょうね。きっとこれは僕のこうやって使うみたいな想像がちょっとしづらくなってしまって、ただの制約で僕の中では止まってしまったので、そういう人はそもそも買わなきゃいいっていう話もあるんであまり心配してないんですけど、なんか商品化とかこの先していく際には、そういう人もいるんだとするとで、あえてそれを気にしないという選択もすごいあると思うんですね。このコンセプトを先鋭化するで、そっちの方がいいような気もするんですけど、そうじゃない人たちがいた時に対応するかしないかとかきっと議論にはなってくるのかなって思ったり、してます。あと1個長いですね、ごめんなさいね、助言というか僕最初これ日記だって気づかなかったんですね。そのタイトルが「Flow of Thoughts」っていうタイトルだったんで、もうちょっと自由帳的に発想がどんどんつながってイマジネーションが膨らむ系のプロダクトだと思っちゃったんで、余計その制約が制約として厳しすぎるだろうと思っちゃったんですね。自由な紙にいっぱいアイデアかけた方がFlow of Thoughtsができるじゃんと思って、でよく読んだらダイアリーだったんで、だったらまだ分かるかみたいな、連なっていくっていうのが少し理解できるなって思ったりはしたんですけど、僕向けの商品じゃなかったんですけど、その企画の太さとか素晴らしさはあってグランプリという、ことだったので。そうですね、なんか今回のテーマに対する取り組み方もなんかものすごく良かったと思いますし、グランプリなのでちょっと皆さんの意見聞いてみましょうか。吉泉さんはいかがですか。通訳入れてあげた方が。そうか、通訳入ります。ごめんなさい。 Another comment from Mr. Kawamura, and he first congratulated both of you, and he actually didn't vote you at the final round, so he apologized for that, and he just wondered why you just got me to say some few words. But anyway, I'll say it. And I don't have a customs to keep journal, and that's why maybe this is not for me, like your flow of thoughts, because I'm not a potential customer anyway. However, the concept itself put the restriction on the designing in terms of the journal. That itself explored and expands a new value and the new way of thinking out of the journal, I think. And because the only very small part of your journal is writable, but probably that would be the result of the selection and on a concentration of the thoughts. But to me, I wasn't quite sure that how much effective it would work for me, because to me, the things is not black and white. And I myself would like to keep everything
including both negative and a positive thought to myself as a record. So that's why I said that I'm not sure if I would eager to buy this product if it's going to be launched into the market as a product. But you would say that, oh, if you don't care, then you don't have to buy them. But when it comes to the commercialization down the road, maybe you may want to discuss further into this kind of the topic. Who would use this? Would you like to target those people who are not much like the caring for keeping a journal in the first place, or how would you like to talk about that? But anyway, on the first time when I saw it, I thought this is just a free note, like the notepad or canvas note to scribble. I didn't expect that this was a journal, so I thought this was like too much of the restriction, too much of the blackout. But because your name is a flow of thoughts, so then the flow of thought should be encouraged through the more free space. But then after listening to your explanation itself, that I realized that, okay, this is actually just different from just a notepad. But it's not for me, but I understand how the design is great. はい、いろんな意見があります。じゃあ、お二方もお願いしたいんです。吉泉さんから。僕も実は川村さんと一緒で、最初ちょっと分からなかったところがあったんですよね。途中皆さんにアンラーニング僕が多分されて寝返ってるところもあって、最終的には僕も票入れさせていただいたっていうちょっと裏側の事情もあったりするんですけど、やっぱりそのアンラーニングみたいなことかラーニングとかってやっぱ新しいそういう制約をどういうふうに作れるかみたいなことと結構極めて近い話かなっていうふうに思うところもあって、最初の印象として僕もちょっと制約が強すぎるというか、こうしなきゃいけないみたいな気持ちがちょっと強すぎるものじゃないかなと思って、ちょっとどうかなって思ってるところがあったんですね。ただこう全体をちょっと改めて見渡してみた時にですね、なんかそういうふうに誰かをアンラーニングしたりとか新しい何かルールを見つける時って結構一歩自分が引いてあんまり造形を入れないっていう方向のデザインって結構やりやすいと思うんですけど、そういうものが結構多いなと思ったんですよね。その人のパーソナリティあんまり出さない、造形のなんか癖を出さないと。だからこれって結構ある種こういう曲線を描いている感じとか、ぐるぐるぐるっと作者が塗りつぶしてる感じとか結構出てるんですよね。なんかそれが逆にですね、ちょっと一歩突破してるような感じもしてですね、新しいルールに迫りつつもなんかそういう気になる要素というか造形する意味みたいなのも実は入ってるのかなとか、なんとなくそんなことを思い出すとちょっと使ってみたいなってちょっと思っちゃったんですよね。なんかそういうちょっとわからない感じとかちょっとやってみたいと思わせたってところが最終的に僕は結構強い、なんかそういういい意味でデザイン、考え方と造形両方入ってるんじゃないかなみたいな、そんな気もしてきて、はい、今おります。なんか得体の知れない魅力っておっしゃってましたよね。And another remark from Yoshizumi-san. And first, same as Kawamura-san, he didn't quite understand. He just kind of wrapped his head around what it is. But through the conversation with his colleagues and the judges, through the literally unlearning process, he learned what it is, and finally he voted to your project. And when in terms of the unlearning and learning, these are very similar to what you're going to define the new restriction and the new things. And I thought maybe that when I saw your product the first time, I thought there were too much restrictions because not so many blank space to liberate the people from freely thinking about. However, when I actually look at once again, then when you try to think about and to define the new rules, it will be easier for you to give it just a blank space or to let the people whatever they would like to do, so much like an empty room for the others to think about. But probably you just rather encourage yourself to put the
conscious restrictions, like scribbles and lines within the scribbles. And that itself embodies the meaning of the designing. And it really encouraged me is to really give it a try and to use it. So at the end, I think your project is really is the signature of thinking and designing. Thank you very much for this feedback. Thank you. コメント大変ありがとうございます。工藤田さんはいかがですか。そうですね、グランプリおめでとうございます。私の立場としてはやはり商品化をこの後していこうと、商品化したい作品は何かっていう視点で、選ぶ役割なんですけども、今回アンラーニングにおいては非常に世の中に新しい変化を起こすので、実験的でありながら本当にそれが実効性があるのか、本当にできるのか、この両方の観点がすごく難しい、今まで以上に難しい作品が多かったし、その2つが矛盾することをすればするほど面白い作品だなっていうふうに、皆さんと一緒に審査して思ってまして、今回のグランプリは、その2つのバランスが一番良かった作品じゃないかなというふうに思っています。どういうふうにこれをどういうふうに商品化していくのかっていうところについては、大変難しいかもしれないですけど、国予も頑張って、そういったところで一緒に知恵を絞っていきたい、協力していきたいと思いますので、よろしくお願いします。おめでとうございました。So the remarks from Mr. Kuroda, the head of the company, first congratulations on both of you. And he is in a position to potentially thinking about the future commercialization of the grand prize product. So he always look into the contestants' product from that perspective, which one is the best to commercialize and launch into the market. And unlearning as a concept, that means that launching something into the world which never existed before, so that the final project or final grand prize project should have two aspects, experimental and also the feasibility. So the more conflict between these concepts would have, the more interesting project it would be. So the grand prize project, which is yours one, has the best balance between them. And then this talking about the commercialization would be challenging for us, but of course the Kokuyo will strive to be creative as much as possible to really work on the further future commercialization. Congratulations. Thank you very Thank much. you. ありがとうございます。おめでとうございました。そしたらですね、次は、優秀賞、これ3つ選ばれるんですけれども、これの木田さんすいません、ですね、今オーディエンス賞が決定しまして、そちらの発表させていただきます。はい、お願いします。失礼いたしました。ここでオーディエンス賞が決定いたしましたので、ご報告いたします。視聴者の皆様に投票いただき、一番票を獲得した作品は「時を組む」のマークの竹市美穂様、上田和美様、小林亮様です。おめでとうございます。以上、オーディエンス賞を発表させていただきました。では木田さんにお戻しいたします。じゃあ、まさに今優秀賞のお話に移って時を組むの話をしようと思ってたところに素晴らしいニュースが飛び込んできました。ダブル受賞ですね。本当におめでとうございます。この作品もいろいろ審査員の皆さんに刺激を与えた作品でもあったわけですけれども、これはどなたに伺おうかな。これもなんか川村さん最初からなんかずっといろんなコメントをしてらっしゃいます。好きな、はい。そうですね。おめでとうございます。ダブル受賞、今回ダブル受賞2つってすごい事態になっちゃってますけれども、
はい、もう見た目も可愛いですし、その時の流れとともに時間、匂いが移り変わっていくっていう体験としても想像するとちょっとやってみたいなと思わせてくれるものだったので、初めから結構僕は好きな作品でしたね。多分そのプロダクト化ってなると多分そのあたりは多分柳原さんにパスしたらいろいろとお話が、と思うんですけど、結構越えないといけないハードルは高いんじゃないかなって話は審査会の中でも出てはいたんですけれども、やっぱりそのプロダクトのものとしての魅力っていう部分と、やはりまだコンペの段階でいろんなものがプロトタイプであるってこととかも鑑みて、アイデアのそのジャンプとデザインとしての、クラフトの高さってところで、我々の方でも評価して優秀賞ということになったのかなと思います。はい、おめでとうございます。これ本当に目を引く可愛らしさを持っていて、なんだろうっていうふうに皆さんオーディエンスの方も思われたと思うんですけれども、いろいろな形と香りを持ったお香のブロックをそれぞれ、色によって香りが違っていて、それをこう組み立てていって、ある時間香りが変わっていくことを感じることができるっていう、そういうプロダクトなんですけれども、柳原さんはこの分野少しお詳しかったんじゃなかったでしたっけ？お香に関して。おめでとうございます。はい、お香のデザインもちょっとずっと携わっている中で、今回の受賞、最終的には優秀賞という形で賞を入れさせていただいたんですけど、アイデアに関してですね、その時をレイヤーにしながら、その時の感情を香りで変化させながら時間の気づきを与えるっていう点ではすごく新しい、ところがありました。でもう一方で多分、ものとしての形状だったり色っていうところも、そのコンセプトに合わせた特徴を作ろうと思って、すごくこう検証とか形とかされてたと思うんですけど、なのでコンペの、コンセプトだったりとかプレゼンテーションに関してはすごく良かったと思います。で実際そのお香になった時にその良かったアイデアがやっぱりものとして形に落とす時にすごくネックになるんじゃないかなというのが一つありました。というのもやっぱり形を優先する中でやっぱりそのお香の本来の必要としている目的だったりとか、それに対しての香りとか煙っていう検証が検証とそのアイディアっていうのどちらにこうバランスがいくかっていうところで、これからその多分形状とかサイズだったりとか香りの重ね方っていうところをすごく検討していくことが必要だと思うんですけど、なんかその余地も含めてちょっと結果をすごく楽しみにしているということで受賞というか賞をさせていただきました。はい、おめでとうございました。皆さんから逆に審査員の方に質問とかありますか？もしもし。はい、ありがとうございます。本日は光栄な賞をいただき非常に嬉しく感じております。で今もうおっしゃった通りかというふうに感じています。でやっぱ我々も調べていくうちにお香って非常に奥が深いと。で昨今のこの技術革新もすごくてですね、香りも昔のお香と違っても新しい素材を使ったりだとか、色もですね、昔は茶色のものしか作れなかったんですけど、今いろんな色が使えるようになってきているというところで、非常に技術革新が激しいので、我々もどういう技術でどういう形にしていくかということはやはりちょっと引き続きこれは検討事項だなというふうに思ってるんですけれども、そういう配合とか調合とか形、燃える時間に関しても、そうですね、これから余地はいろいろあると思っているので、はい、引き続きいいものにできていければなというふうに考えております。ありがとうございます。はい、今後楽しみにしております。引き続きですね、次優秀はい。谷さんごめんなさい、見えませんでした。はい、はい、おっしゃってください。はい。
一言だけ、国用のデザインアワードで何度かやっぱり匂いの提案っていうのがあって、審査をしているときにいつもこの文具と匂いっていう相性があまりピンとこないので、今までは評価しにくいものがあったので、今回、の提案で、僕自身はどっち時間というよりも、なんか音楽を聴いてるものに近いなと思ったので、CD トラックを聴くように気がついたら匂いが変わっていく、時間とともに匂いが変化するっていうのは多分、お香や匂いというものでそんなにできないものを今回こうやって組み合わせでやっていくので、非常に魅力的なものだなという、そこがなんかデザインされているというところを評価したものでした。でそういった意味では、あまり色や形に特化するやそれはむしろスムーズに燃えて次に移るとか、そういったあたりを柳田さんが詳しいので、技術的なアドバイスを受けながら、もっとブラッシュアップすればいいものになるなと思ったので、その組み合わせやなんかその音楽的な音や匂いという見えないものをデザインするというところをすごく魅力的に思いました。はい、ありがとうございます。じゃあ次の、優秀賞の方、これもすごく面白くって、色一つの色なんですけれども、いろんな質感を持った、画材といえばいいんですかね、そういうものがあってもいいんじゃないかっていう提案でした。これはやっぱりデザインをなりわいとする皆さんには非常に魅力的ないやこれあったら欲しいわっていうものだと思うんですけれども、これもなんかいろんな議論があったんですけど、吉泉さんなんかちっちゃい時に12色の、セットとこれと両方あったら僕よかったのにってなんかおっしゃってた気がして、ちょっと表をお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。すごくいろんな議論が裏で繰り広げられてたんですけど、非常に良い作品だと思います。シンプルに今回のそのアンラーニングというテーマに対して非常になんか強いし鮮やかな視点かなと思って、おります。でやっぱりなんかそのプロダクトが規定してしまっている何かって結構世の中にたくさんありますし、それはなんか機能的なことだけではなくて、なんかこの物の見方みたいなこととか考え方みたいな、そういうことに対してまで影響を与えているものって多いと思うんですよね。なんか色とかそういうのは非常にそういうものとまさにそういうものかなと思うんですけど、そういったことをこう揺さぶってくれるものかなというふうに思って非常にいいなと思いました。ちょっと質問をね先ほどもさせていただいたんですけど、ここまでこう揺さぶってくるものってやっぱりこのプロダクトがどういうふうにこう広がっていけるのかっていう、そこ結構大きいなってこれは感じさせてくれるもので、アンラーニングをするということはやっぱりその共通認識みたいな、結構多くの人がそう思ってしまってるってものをどういうこう時間軸でだとかプロダクトの差し出し方、そのアンラーニングの出会い方というか、そういったことをすごく考えなきゃいけないんだなみたいなことをちょっと考えさせられまして、そういう意味でも僕もすごく気づきがあっていいなと思っております。はい、あとなんか話したい方いらっしゃいますか、審査員の方でお願いします。これも僕ちょっと好きな企画だったんで言っておくと、プロダクトは本当に素晴らしくって、やっぱりコメントの時にも話が出たんですけど、やっぱその色を単色にすることで逆にテクスチャーに目を生かせて、色だけだと思って返したものが実はこう質感があるんだっていう、その気づきをやっぱくれるっていう時点でのやっぱり発見は一番あるプロダクトアイデアだったなと思っていて、若干これが優秀賞にとどまってしまったのが、みんなが言ってたのがやっぱそのワークショップで作ったと言われる絵があんまり面白くなかったっていうのが若干もったいないポイントで、一つでもその出来上がったものが、単体としてもなんか面白そうだ、美しい絵である必要はないんですけど、その街色を混ぜたことで何か面白い結果が生まれているものとかがきっと時間のない中でやられてたから致し方なかったんだとは思うんですけど、あればすごく説得力が増したのになと、逆にない方がいいんじゃないかという議論もあったぐらいで、
それによってなんかすごく期待してたものがこういうアウトプットなんだったらその作業としてはとても面白いし気づきがあるけれど、結局作業だけで終わってしまってこう喜びまでいかないのかとか、そういうちょっとなんて言うんでしょうね、議論が深まりすぎて伸びなかったっていうのをちょっと目の当たりにしてしまったので、別にプレゼンテーションを審査するアワードであるべきではないと思うし、それは別物としてジャッジをしての結果でもあるんですけれども、なんかそこがもうちょっと見えたりするとより良かったなというふうに思いました。しかし素晴らしい企画だとは思いますし、まだプロダクト化される可能性は残ってますので、なんかそのあたりを多分ブラッシュアップしながら国用の皆様と商品化を目指していただけると、なんかすごい素敵なものになるんじゃないかなと思いました。はい、おめでとうございます。ビスタジオの皆さんから審査員の皆さんになんか聞いてみたいことありますか？そうですね、ちょっと先ほどの話の回答にはなってしまうんですけど、僕たちも実際単色で書くことをお勧めしたいわけではなかったんですね。単色で書くことで、素材の違いみたいなものを発見できて、それがさらに色を使った時により発展できるようなプロダクトであってほしいという思いがあります。でそういったこの先の発展っていうのを、この期間の中で見せられなかったことがちょっと悔しくはあるんですけど、今後、提案にとどまらずなんか、ワークショップだったり、製品化とか、そういった面でいろいろ訴求する力を持っているところだと思うので、今後の広がりっていうものに期待したいなと思います。はい、ありがとうございます。そして種さんお願いいたします。すみません、ありがとうございます。はい。おめでとうございます。次の作品も含めて2つ選ばれたという素晴らしい才能だと思います。で一方でコンペ慣れしてるというか、アイデアの提案の、飛躍した提案を出せるという素晴らしい能力と、一方で思考の階層性という、どの段階でどういうものをどう考えているという、やっぱ段階がいろいろなところを考えていくというところがどうしても見えなくて、そこが提案しているものが自由にいろんな可能性を引き出しているものなのか、そこは考えてないから投げ出しているのかっていう、そこら辺がすごく審査する側のジャッジするところで、どっかでちょっと投げ出している感だったり考えてないのかな、またはそこは委ねると言いながらその約束が見えないところについて、気になったところでかなり物議を醸し出した内容でした。であとは個人的にリモートだったので、もうその質感が見えない部分を審査員の皆さんにご信頼して、結論が出たという形で、本当に素晴らしいアイデアなので、これは経験を積んでいろんな思考の段階や使う人や作るものづくりのところとかっていうところがもっともっと良くなっていくと、非常に楽しみな才能だなと思っています。ありがとうございます。黒田さんは何かありますか？はい、2作品入賞されてますけども、本当に非常に示唆に富んだっていうか、本当によくもうプロダクトとしては完成してるっていうかできていてですね、それでもそこまで審査員の方々厳しく言うかっていうのを横で見てて勉強になりました。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。そして次もですね、同じ21B スタジオの、方引き続きなんですけれども、果実の楽器、これも優秀賞に選ばれたんですね。もうダブル受賞、本当におめでとうございます。これなんか審査員の中でもほとんど皆さんが音を鳴らしてこの果実、そしてお野菜の形をしたなんとか新しい発想のマラカスのような、なんかこれ僕はまだバナナを聞いてなかったとかそういう感じですごく審査会も楽しかったんですけれども、なんかすごく心に残るプロダクトで、
よくわからないけどすごく面白いって言ってらっしゃったいかがですか川村さんから僕ばっかりすみません。そうですね、よくわかんなくて面白いと言って1時から最後まで来てよくわからないまま優秀賞を取った作品だと思っていまして、でそれを何でそう言うかというと、そこのやっぱりアンラーニングの部分とかそのテーマ性という部分との接着がやっぱ最後までちょっと見えにくかったところがあるんですね。でずらっと並べるとよく分からないけどまず手に取るものの一つだと思うんですよ。面白そうだしでやってみたら実際楽しいんだけれども、そのコンセプトとしてやっぱりアンラーニングという立てた手前、そこにどれだけこう合わせてきてるのかっていうところは見ざるを得ないので、そこがもうちょっと見えてくるようなロジックで最初から作るべきだったのか、最後でうまくそこの接地点を探すみたいなね、後付けっぽいことはよくないですけど、仮にできてたとしたら もしかしたらもうちょっと評価上がったかもしれないなって思うものです。実際本当に遊ぶと楽しいですし、すごいいいプロダクトになる可能性があるので、こちらもやっぱり合わせて商品化をうまく着地点を目指してほしいなってふうに思いますね。ただどなたか他の審査員の方も話してましたけど、やっぱ素材感とか今後そのプロダクトにするって際に結構そういうディテールだったりがすごく重要になるんで、気をつけないと結構チープにもなりかねないから、そこのバランスが逆にそのロジックというかそういったものがなんか論理的ではないがゆえに結構着地点を探すのが難しい気がするので、なんかうまく進められるといいなと思って期待して待ってます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。屋根柄さんとかはいかがですか？そうですね、まずその1000人の中で2個優秀賞ってすごい才能だと思います。でそのあたりが多分やっぱ今回のアンラーニングのテーマがですね、優秀賞の方、2人でグランプリもそうなんですけどユニットじゃないですか。多分今回ユニットに有利なコンペだったんじゃないかなと思ってます。でそれはなぜかというと、この何かをこう考えるコンセプトだったり作る過程でいろんな視点で議論ができるっていう点がですね、そうだったのかもしれないですね。そういう中ではちょっと今回受賞を逃しましたけど、ピンでピン芸人じゃないですね、一人でやってる方は一つの思考の中でいろいろこうやり取りしてこの最終に残ったっていう点ではすごく良かったと思います。で優秀賞でグランプリ逃した点でいうと、なんかその多様性の中でコンセプトを作ったんですけど、やっぱりコンペ慣れじゃないですけどコンペのためのチームのような形で、やっぱりそのアイディアとかその多様なこうコンセプトを組み立てていくっていうところですごくこう良かったんですけど、最終的にアウトプットにするときに多分その集まってる皆さんって大体こう思考が共通点があるっていうか、考えているところは最終的にやっぱり似ているので、多様なアイデアの中でもこう一つの一つの方向性のものができると思うんですけど、このアウトプットした時に多分その時点で違う意見っていうのがなかったのかなと思います。だからプレゼンテーションも素晴らしかったんですけど、やっぱりこの最終的にワークショップで絵を描いた時にコンセプトは良かったけどそれを超えるそのアウトプットが出てないことに対してのもうちょっとひと練りだったりとか、これもすごくアイデアも良くて、種を、その音感っていうか感覚で鳴らすっていうのはアイデアとしてはすごい良かったです。ただ実際をした時にその1回の行為以上の先をどういうふうに見せれるかとかですね、なんかこれは違うぞっていうような一人の全然違うアイデアがもう少しあると、このアウトプットの回答がちょっと変わったのかなと、思います。はい。でコンペとしては良かったんですけど、今回コクヨってやっぱり商品化をする、ことがあるので、なんかその辺のこう慣れといいますか経験っていうのが今後ちょっと
生かされるというか必要になってくるのかなと思いました。いかがですか？ありがとうございます。申し遅れましたが、まずは2作品受賞ということで大変光栄に思います。ありがとうございます。で、僕たちとしてもその果実を楽器にするということ自体がその不思議な出会い方をしたアイデアで、ある時果実を本当に見ていてマラカスからできているっていったところから、まさに柳原さんもおっしゃったようにその3人でアイデアをこうぶつけ合いながら生まれてきたもので、まさにチームでやった意義があったようなプロジェクトなのかなと思っています。でまた一方でその今お話しいただいたこともすごく勉強になったなと思っていて、その僕らのこうある種無邪気な好奇心みたいなものがその評価していただいたことはとても嬉しく思うんですけども、もっともっとこう本当に世に届けるフェーズであったりとか、商品としてっていったところの観点をより考えていければもっと良いものになるかなと思うので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。プロセスの段階でこう喧嘩とかはしなかったんですか？喧嘩まではいかないんです。温厚な人が多くて喧嘩までいかないんですけど、でも、ね、そこがちょっと気になりますね。でもデザインの議論という観点では非常にお互い、3人の三種三様な意見があって全く違うものも多かったので、それをある種まとめたことはできたのかなという自負はあります。どうぞ。忘れる前に足しておくと、やっぱりこの議論すごく面白くてもっといろんな話もしてたんですけど、その中で吉住さんかな柳原さんかが言ったんですけど、黒田さんも言ったかな、その否定できないコンセプトなんですよね。非常にスマートで形も綺麗だしコンセプトもしっかりしてるしプレゼンテーションもうまいし、で別にプレゼン下手にしろって言ってるわけでは決してないんで全然素晴らしいことなんですけど、そのグランプリと比べると否定できないもの VS なんか分かんないしきっと嫌いだっていう、僕もそっち側だったから非常にあれなんですけど、嫌いだっている人がいるかもしれないけどめっちゃ好きな人はズボッと刺さりまくるみたいなものの勝負になってくるんですよね。こういうやっぱり優秀賞かグランプリかの世界になると。でその時にやっぱりその情念が勝つというか、もう言葉で説明しづらいしロジックでそれはデザインできるかというとできない部分だとも言えるから難しいんですけど、そのちょっとした余白だったり、その今の種さんの喧嘩したのみたいな話もなんか意外にそういう殴り合いとか物理とかドロッとしたこう説明できない部分とか個人の強い思いみたいなのがこもるともっとグッとこうなんか言葉にできない魅力が増えることが多分あって、なんかそこが残念ながらちょっと欠けてしまっていたのかもしれない。全てが綺麗すぎてそれがこう感じ取れなくなっちゃってるみたいな。だからどうしろって言うんだよって話なんですけど、そういう面白い議論があったんでちょっとここで少し、コメントをさせて。どうぞ。多分グランプリの方で2人だから議論一緒だと思うんですけど、そのなんて言うんですかね、信念だったりとかうやむやにしてないと思うんですね。だから僕らが回答することに対して全部こうもうロジックが組み立てられてて、で多分皆さんはすごい仲いいチームでアイデアを出してっていうところで楽しいと思うんですけど、最終的なアウトプットに対してのちょっとやっぱりこれでいいのかっていうようなこの本当の議論っていうのが解散はしないでくださいいやでもそこが一つ一歩の差なのかなとは思ったんですけど、違う方すいませんでもどういうふうにしたらいいと思います柳原さん。いやでもこの賞で本当に優秀賞を取れるっていうのはもうすごいと思うんで、やっぱりこの積み重ねの中で足らなかったところをもう一回議論していって、やっぱりこうそのチームといいますか経験をしていくというので改善されると思うんですけどね。はい。あとなんかありがとうございます。みんなでもまさにアンラーニングといいますか考えをちょっとまっさらな気持ちで
やっていけたらいいかなと思っています。ちょっと彼も少し話してもいいですか。はいどうぞ。いろいろとありがとうございます。まあでもこれからデザインを続けていくっていう意味では、まあいろいろと今多分情勢も問題マイナスなイメージがすごい強い時代だと思うので、まあ、若い世代としてちょっといろいろとこれからも頑張っていきたいなっていう気持ちはより強まったと今回は思っているので、よろしくお願いします。じゃあこれからも期待してます。あとなんか白熱もしてましたけど、他にこれも言っときたいみたいなありますか。僕だけ喋ってないですけど、皆さんもあれなので結構あれですけど、そうですね、なんかもう本当にこれを最終的に選んだ理由とやっぱり結構関わってくるかなと思うんですけど、なんか自分自身もよくデザインしてる中で結構なるべく造形しないようにとか思ったりもするんですけど、なんかやっぱりデザインって最後形になったりとかするっていうのがやっぱりいいなって最近はすごく改めて思っていて、その時に説明できないものがちゃんと含まれてるかとか、なんかそれを作り出せるっていうのがなんかやりたいなって自分自身も思ってるんですけど、コンペティションってやっぱり説明可能な方が結構いいとこまでいけると思うんですよねでもグランプリって多分そのなんか超えてくるんですよねなんかそこがすごく難しいし、デザインの面白いところで、なんか皆さん今話してたところ大体そういう僕なりに言うとそういうところなんですけど、そういうところがあるのかなと。だからものすごく素晴らしい皆さんだと思うので、絶対こっからなんかすごいことになるだろうなと思って、はいおります。期待しております。頑張ってください。光栄です。ありがとうございます。黒さんは大丈夫ですか。はい。そしたらですね、どうもありがとうございました。そしたらですね、今回ファイナリスト受賞には至らなかったけれども、ファイナリストに残った皆さんをぜひ審査員で応援したいと思ってまして、ちょっと1作品ずつ、どんなポイントが刺さったか、あるいは刺さりそうで刺さらなかったかに関してちょっと忌憚ない意見も含めて皆さんとシェアしたいと思いますので、ですね、まずじゃあ、これ画像出ますかね。フラワリー、ペンシルに関してなんですけれども、これは皆さんどうでしょうか。これも鉛筆なんですけれども、芯のほかに香りの要素も組み込まれていて、こう削って描いていくとほのかに香るっていう、そういうデザインでした。で、デザイナーの皆さんへの応援を込めてのコメントをいただきたいんですけれども、吉泉さんもなんか引き続きのコメントでお願いします。すごい詩的な視点で、その視点が素晴らしいなと思いましたけどね。強いて言うならそれもうちょっとなんか体感したかった、このモックアップでっていうのが多分皆さん思ってるところかなとは思います。はい。なるほど。はい。種さんはいかがですか。そうですね、実際に触れない匂えない中でこれを見たときにやっぱり考えを聞きたかったんだけど、その書類上と質疑応答での考えがあまり違いがなくてですね、強い作る側の思いが聞けなかったところがそのものにも表れてるなと思ったので、やっぱり先ほどの作り手としてのこだわりや譲れないものっていうのをやっぱり見せてほしいなと思います。プロダクトとしてものになった時の段階でやっぱりものの話をしたいと思ったので、そこがうまくグッと来なかったあたりですね。ありがとうございます。19歳の中国出身の、インダストリアルデザイン専攻の学生2人のデザインでした。そしてこれ出ますかね。インターセクト
はい、これもすごく今回出た中では一番大きな作品、パーテーション家具の作品でしたけれども、これは柳原さんはいかがですか。ちょっとエールを送る意味で。はい、唯一家具の作品だと思うんですけど、毎回ちょっとやっぱりコンペで家具の精度って他のやっぱりものよりもコンセプトだったりとかが先行できないので、なかなかこう受賞のノミネートって難しいんですけど、今回唯一ノミネートしたのがすごく期待があって、やっぱりその、日本の組で釘とかを使わない手法で、構造を構成して、であと CG がやっぱりすごい良かったんですね。美しいその構造体を持ってたので、これはもう実物見てよかったらこれは初の受賞になるんじゃないかっていうような期待があったんですけど、正直二次審査でその構造体としての美しさをちょっと放棄したんじゃないかなというのを正直感じました。その組むことによって自由度が高まるっていうのは、もしかしたらその、実際のものを作る過程でなんか規制がなかなか難しかったのかもしれないんですけど、その構造としての美しさをこう自由度っていうところに持っていったことで、なんかその構造の美しさが見たかった点がなんかその使い手に委ねることで、なんか家具ではなくてなんかそのインスタレーションというかですね、違う目的に変わったっていうのを多分皆さん感じてしまったんですね。で、あと色もありましたよね。うん。色も入ってましたよね、一次審査。一次審査は、本当に地獄組でこう構造体の美しさっていうところで、こう無駄なこうなんていうんですか、残りのなんていうんですか、構造もなかったんですけど、やっぱりこう自由に組み合わすっていうことで、無駄というかですね、構造として必要のないところもこう組み木のところが残っててですね、なんかそれがなんか未完成に見えてしまったっていうところで、ちょっとネガティブな意見に。色はなんか色は一種類じゃなかったかな、なんかうまく塗り分けられてて、すごいこの爽やかな。違いました？違ったらすいません。ちょっとじゃあ本人に早い。どうだったでしょうか。色、私はちょっと一次審査を見てないのであれですけれども。そうですね、一次審査の段階では、組み方を明確にその可視化するというところを詰めて、していましたので、実際には、色分けを行っていたような状態になります。でその後、実物で制作をしていくっていうところでの段階で、構造の検討から始まったわけなんですけれども、そこで、どんどん接着剤であったりビスを使わずに組むっていうところから、ちょっと自由度っていうところがあるんじゃないかということで、そちらにちょっと方向転換をしたという経緯がありましたので、今おっしゃっていただいたような形で、最終的にシンプルな構造体としてお見せできなかったっていうところがありました。はい、あと一言エールを送っておきたいっていう審査員の方いらっしゃいますか。種さん。いいですか。柳楽さんの話も含めて、僕もやっぱり家具をすごく応援したい気持ちが強くていいのないかなといつも見るんですが、そういった意味では今回、このインターセクトというもの以外にも、一次審査で出したもので、二次審査に行くときにやっぱり変えちゃいけないっていうのが基本的なコンペの大事な要素でもあったりします。で、変えるなら変えるなりのそれなりの意味が見出せないと、僕らは期待と落胆という審査する側の、問題もあって、やはりすごい期待して僕は見落としてたので、すごい期待してた部分と出来上がったものをモニター越しに見たりしてもあれというところがありました。
で、ぜひ、やっぱり物は良くなっていく段階が上に上がっていく方に、判断のデザイナーとしての力量がやっぱり問われるなというふうに思いますね。ものづくりの段階になると。はい、ありがとうございます。黒田さんは。いつも家具が少ないんで、僕はいつも家具3割増しぐらいで評価するんですけども、本当に惜しかったと思うんで、ぜひ、今回のアイデアも、二次審査でこういうふうにチャレンジされたということですけど、まだまだどういう形になるかっていう可能性があるんじゃないかなというふうに思ってますんで、ぜひ頑張ってください。はい。はい。じゃあファイナリストの方の作品次々見ていきたいと思いますが、次はリフレッシュですね。こちらは種さんがなんか最初の審査ではすごく気になるっておっしゃっていましたけれども、これ付箋なんですけれども、なんかちょっとチューインガムのようなパッケージになっていて、その内側にいろいろなタロットにインスピレーションを得たイラストが描かれていて、それでちょっとこう日常の普通の時間に流れているのとはまた違うメッセージを受け取って、それによって気分がバッとこう変わっていくっていう偶然性のメッセージでことりとこう自分の中に歯車が動き出すみたいな、そういう効果を狙ってっていうことでしたが、種さんなんかエールをエールを送ってあげてください。そうですね、これはすごい、最初の審査の段階で、こんなことがあるんだというその発想の部分を評価した部分があってですね。で、プレゼンテーションを聞いたら、付箋って言葉は一回も出てこなかったんで、何を提案したんだろうという、タロット占いの提案に聞こえてきてですね、あれという、その先ほどの期待と落胆のその、なんですかね、こう、ものを作る側になった時の、突然方向転換したところは、やっぱり何のために作ってるかを知りたかったなというところで、どちらかというと、こう、なんか占いと、なんかこう、どちらかというとネガティブな感情をどうにかしてポジティブに持っていきたいという感じで、もっといいものだったんじゃないかなというあたりがあったので、やっぱり最初の瞬発力をこう生かす時の判断基準っていうところがやっぱりデザイナーとしての力量を本当に問われる一個一個の決断と判断の繰り返しなんで、最初の飛躍から次の一歩、またその先に見える段階をどのぐらい想像力を持てるかっていうところをぜひ今後はうまく使ってほしいなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと次々いきますね。次は真っ白じゃない自由帳、という提案がありました。これは真っ白な紙にすると、真っ白な紙を前にすると気が引けてしまって、なんかかえって自由に絵が描けない人が多いんじゃないかっていうことで、いろいろな植物とかいろいろなモチーフの写真がこううっすらと印刷されている、そういう真っ白じゃない自由帳というのを出してくださった方もファイナリストに残ったんですけれども、これは黒田さんいかがですか？はい、すごく僕らは国用のメンバーともこのアイデアすごい盛り上がってて面白いなっていうふうに思ってます。で、ちょっとこう我々も昔、地域事業のようなものの中で、イタリアのモンテッソリーニとか、レッジョエミリアとかで、やっているこうメタ認知をするデザインの、そういうこうプログラムでこう、自然のものを使ってこれ何に見えるのかとかどうか、そういうようなことを過去っていうか、勉強してたっていうか僕らも取り組んでたことがあったので、なんとなくこのコンセプトっていうのは本当にある意味論理的に証明されている正しいことなんですけども、ちょっとその自由帳にして、じゃあこれどういうふうにお客さんと
誰にどういうふうに使っていくのかっていうところについてはもうちょっと、はい、考えていけば、本当に何か形になるんじゃないかなっていう、期待はすごくあるかなと思いました。そうですね、はい、すごい楽しみですよね。あと何かシェアしたい方いらっしゃいますか？大丈夫ですか？そしたら次は「あと何日」っていう作品もありました。これは7日間を刻み続ける時計ということで、七角形の非常に面白い形をした時計なんですが、これは、川村さんいかがですか？はい、これはプロダクトの形としては非常に優秀でと偉そうに言ってしまうととてもクラフトがある、作品だなという話でした。でただ日の打ちどころはないんですけれども、テーマでいうところやっぱりアンラーニングっていうのがそこまでなんていうのかな、浮かび上がってこなかったというか、体験の中でどうアンラーニングにつながってるのかなみたいなところでちょっと伸び悩んだっていう方が正しいかもしれないです。なんか限定されたということではなくて、その七角形である理由だったりとか、それがなんていうか新しいその時間の計り方になっているとか、全てのチェックボックスはチェックしてるんだけれども、なんか強い一押しがちょっと足りなかった。逆にちょっと誰か、これそのまま無視で商品化するとかの方が正しいアイデアな気がするよねみたいな、逆にアンラーニングであるがゆえにちょっと伸びなかった部分っていうのが感じられて、本当にデザインのその精度といいますか、プロトの精度含めすごくよくまとまっているデザインだったなというのが多分審査員みんなの総評なんじゃないかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。あとはもう一つ「気が散る」という、これは記憶と体験を紐付ける暗記カードなんですけれども、一つ一つ紙の質感が違っていたりする、そういう提案でした。これもこれ吉泉さんいかがですか？はい、すごくいい提案だと思いますし、特にダメなところはないんですけど、物が一時からできてきてそれ以上の何か力みたいなのは正直ちょっと感じづらかったっていう、それはちょっとコメントとしてお話ししましたけど、この切り方みたいなところだったり、紙のなんでこの紙なんだろうみたいなことだったり、いろんなところがむしろ物を見て疑問が湧いてきちゃったっていうのがやっぱりありまして、どうこれが生まれてきたらよかったのかっていうものの部分の強度みたいなのをもうちょっと考えられるとより良いのかなとは思いましたが、基本的にはすごく、着眼点は素晴らしいと思って見ておりました。はい、ありがとうございます。これでファイナリストでまとめ、今回出ていただいた方すべて、票をいただいたということになるんですが、トークもそろそろ終わりですけれども、国用デザインアワード、非常に歴史のあるアワードで、今回は第19回目だったんですけれども、来年はいよいよ20回目を迎えるということで、今日聞いてくださっている方の中には来年ぜひ出してみたい、あるいは、もうちょっとなんていうか力が溜まってきたらぜひ出してみたいっていう方もいらっしゃると思いますので、ぜひ来年以降の、国用デザインアワードにもぜひぜひ期待を寄せていただきたいと思いますが、黒田さん一言皆さんにメッセージを。はい、今も木田さんにお勧めいただいた通りなんですけども、今回は海外からもですねたくさんの応募をいただきました。でグランプリも、パリの方、去年がスウェーデン、ですよね。だいぶグローバルになってきたかなというふうには思っているので、ぜひ来年のグランプリはを狙ってですね、日本の方も海外の方もたくさん応募いただきたいなというふうに思ってます。ぜひ今回ファイナリストに今日ね来られた方も懲りずに来年もチャレンジしていただけたらなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。はい、そうですね。なんかあっという間に時間が経ってしまいましたけれども、ですね、
これからその国領、デザインアワードが来年20年を向けてさらに飛躍していくんだろうなというふうに思っています。でそれはアワードとしても進化していきますし、また受賞者も受賞したことをきっかけにして進化していって、また新しい自分のアイデアを展開していっていただければと思うんですね。でやっぱりこのアワードに関わった皆さんはデザインにずっと何らかの形で、世の中がどう動こうがまた動きに沿ってデザインというものとともに生きていくそういう才能とそれからモチベーションと覚悟を持った人々がここに集ってるなっていうふうに私毎回思って受賞者の皆さんからも審査員の皆さんの言葉からもすごくなんか刺激を受けるんですけれども、一つちょっと今年的なことでいうと今実は、私たちの同僚がちょっとエルデコという雑誌がグローバルマガジンなのでウクライナにやっぱりエルデコの編集部があって、デザインとかインテリアをずっと取材をしてきています。で彼らが取材した中でやっぱり、ウクライナのデザイナーたちに今希望を感じることは何ですかっていうふうに聞いたことがあって、でその答えは今街が壊されてる、そして自分たちが作ったプロダクトももう爆撃されて見る影もなくなっている。だから自分たちが今希望に感じていることは、素晴らしいインテリアを作ること、素晴らしいものを作ること、素晴らしいデザインをしてまたみんなの暮らしが豊かになっていくことを今考えて、そしてこの時間を過ごしていますっていうメッセージを残してくれました。だからデザイナーというのはどんな時代になってもそのことを心に刻んで前へ進んでいって皆さんとそれをシェアしていく、そういう仕事であるなというふうに私も思いました。そして工藤さんもおっしゃいましたけれども国用デザインアワードはこれからもずっと続いて、そして今まで受賞してこられた皆さんと共になんか歩んでいかれることと思いますので、そんなデザインを信じる人たちの集まりを、作って、くださっていることに感謝するとともに、これからもそのことが続いていける世の中でありたいなというふうに思っています。今日は本当に皆さんありがとうございました。木田さん、審査員の皆様ありがとうございました。そしたらですね、最後になりますが、ここで今年度のファイナリストの作品展示のご案内をさせていただきます。ファイナリストの作品展示は4月21日からを予定しております。場所はですね、千駄ヶ谷にある国用直営ショップシンク・オブ・シングスで開催されます。また詳細は後日国用デザインアワードのホームページにてお知らせいたします。ぜひ足を運びください。それでは国用デザインアワード2022受賞作品発表トークショーを終了させていただきます。長らくご視聴いただきありがとうございました。